皆さんこんにちは。こんにちは。はい、BB4チャンネル村田です。先月ぐらいからちょっとマニアックなことをということで、村地ラボというシリーズをスタートしたんですけれども、それを始めるきっかけとなった明治大学の後輩でもある岡田亮さんに今回は監修としてお越しいただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いやー、マニアックすぎて皆さん全然一個も伝わるかどうかわからないですけど、今からやることをサーブを今からいくつかに分けてやっていくんですけど、サーブとは何というかというところからね、そうですね。お話ししていきたいですね。いや、結構厳しいこと言いますからね、岡田さん。気をつけてください、皆さん。なので、ちょっと最初考え方から入り、縦回転系の出し方、切り方、使い方、順横系の出し方とかね。もう順横なんて、さっき話したけど、多分、出そうと思えば数十種類あるんですよ。それも少しずつ皆さんにお伝えしていければいいかなと思うので、まずはちょっと覚えるサーブって本当に自分にとってそれ必要なんだっけっていうのを踏まえて、最初からスタートしていきたいと思いますので、最後までやってみてくださいね。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。まずサーブに関してなんですけど、はい。今回ちょっとお母さん来てもらってるので、ちょっと何も言わずに普段試合で使ってるサーブを一通り出してもらっていいですか？わかりました。ね、見たいですよね、皆さんね。回転いった方がいいですか？回転言いましょうか。回転いってから。多分回転ないとわからない。そうですね。回転いってからじゃ。じゃあまずオーソドックスに一番出してるサーブはやっぱり横下回転と横下回転、順横と真上。真上？こういうことでしょ？こういう、そうです。そうです。真上です。真上。この2つ一番出して。おお。すげえ、横下と真上なんで。横下と真上です。ほら、来た。あれなんか変な感じになってきた。横上は使わないです。あんまり。横上は。結局、今、もうチキータが前勢なんで、横上だとちょうど角度が取れちゃう。そう、いい角度が取れちゃうんで、やっぱ真上か横下です。横下。お願いします。じゃあ、横下から。横下から。横下から。横下いきます。はい、横下から。触りますよ。下です、めっちゃ。横下ですね。めっちゃ横下ですね。横下ですね。低い。横下です。低め。はい。で、真上？真上なんですよ。次真上です。はい。いや、気持ち悪くないですか？いや、ちょっと待った。マジで横下しか見えん。真上。ほんと真上っすわ。曲がらない。ちょっと一回軌道だけ見ますね。真上っすね。ほぼ真上っすね。おお。真上です。あれ、もうめちゃめちゃかかってゴンってくる真上じゃなくて、もう普通のこうちょびっと上かかって上からる。ちょっとランダム出してもらっていいですか？上ですね。上？上です。おえこれだと下。今の下。これでもね。いやー、今迷うわ。あんまり上回転かけすぎちゃうとバレる。軌道がバレるちゃうんで、結局もうちょい上と、真上、ちょい真上と横下が一番。横下は結構切るんですか？横下もやっぱり結構切ってますね。切ってます。いい。それ分からんな。これか、ケンジが言ってたストップしたら真上行くやつ。そうですね。そうですね。はい。皆さん分かりました。
ダッシュで何書いてるか分かりました今。僕は分からなかったです若干迷います全部。今のがやっぱ一番多い。今のが一番メインですね。あとはもうそう本当にコースを特に変えて出してますね。あれを同じような感じ。ロングも出します？ロングはあんまり出さないですね。ロング出さなくて、もう1番で出るでない2番、で3番とか、もうバウンド数をこう調整して、なんでまあロングと言われればロングのサーブあるんですけど、基本的にはもう全部短いサーブで、まあ、バウンド数だけ変えてる。だからこれマジちょっとマニアックなんですが、バウンド数を変えるってね。そしたらちょっとここからですね、皆さん、座学の時間じゃないですけど、いいサーブの定義って何だと思います？果たしてそのサーブで点を取れるのはまあいいサーブなんですけど、その上の層になればなるほどサーブで点取れることはほとんどないじゃないですか、正直。なのでその時に岡田さんにとってそのサーブの定義って何かあります？もういいサーブの定義って言われると、もう1個あるようなっていうの、間違いなくこれって言えるのが、次に返ってくるレシーブが分かるサーブ。もう相手がどんなボールで返してくるんだろうと。なんで結局まあ3球目につながることにはなるんですけど、本当に自分が下回転を出したらどうやって返ってくるかっていうのがもう分かるサーブが一番いいサーブだと思ってますので、なのでそこはもう意識して練習してますね。3球目で自分がやりたいことができる確率が高いサーブがいいサーブってことですよ。これだけはもう絶対に忘れないでくださいよ。自分がいくらこういろんな回転を覚えても次対応できなかったらもういいサーブじゃないですからね、というのを今回のブラジルラボでは大前提においてやります。いろんな回転のかけ方をお伝えしますけど、自分が相手をちゃんとコントロールできるっていうのを目指しましょう。それで大事なことって何か意識してます？サーブってまあいろんな要素があると思うんですよ、まあ当然回転、で長さで、あとはまあモーションで、まあ最終的にはまあコースとかっていうふうに来ると思うんです。大体この辺が来ると思います。でそれをやるときに皆さん大体こう下回転じゃ出しますっていうときに、じゃあ長さは、でコースは、で回転はと、モーションはってやるときに全部手でやろうとする。大体皆さん大体こうできないっていう人はもう、でもそれってすごい難しいことじゃないですかね。結局回転かけて、で強弱もつけて、でモーションまで入れて、ってやるともう手が大渋滞しちゃう。そうですね。手で4つここだけやろうとするときついですよね。ここだけやろうと。なので教えるときはもうまず最初にサーブは手は切るだけ、もう回転かけるだけ、もうこれだけです。ちょっとやってみると分かるんですけど、もう回転かけるだけにしてもらうと、まあ飛ばないです、基本的には、全然飛ばない、基本的には。で、じゃあ前に送る長さを調節したいというときは、もう全部体重下半身を使って、もうそうですね、下半身を使って相手の、出したいところにこうちゃんと体重移動してあげる。ストレートに出すんだったらちゃんとストレート側に体重移動してあげる。でバック前に出すときはバック前にしっかり自分が出したい方向に体重をして、回転だけかけて、あと体重移動やると、なるほどね手はいっぱい切れるじゃないですか、でよく試合の時に2番で出ちゃうとか、切るとやっぱ出ちゃうっていうのはやっぱり勢いがつきすぎちゃってるんで、じゃあこっちで全部の仕事をしようとしちゃってる。そうなんですよ。だからいいサーブがいかない、なんでこっちは回転かけるだけで、あとは体重移動で前に持ってあげると、それが一番こうサーブ出し方の基本になるかなっていうところです。ちなみにこう高さってどう調整ですか？結局入射角反射角の話になってきますけどいいよ、ラボだから。そう、当然高い角度で入っちゃうと、バウンド当たる。低い角度で入れば低くなる。なので本当に手は、切るだけで、前は体重移動で、あとはもう高さは
もう自分がただ低くなる、できるだけ低いとこで当たるえぐいナイスいうように、やっぱそれがそうすると今割り当てられてるのが1個ずつだね。1個ずつなんですよね、なんでまあ微調整がしやすいと。でもこうやってやらなってことねそうですね。まずこの基本的な3つは覚えておいた方がいいです。これから多分次の回で縦回転、順回転、横回転、あと逆回転とかやると思うんですけど、まずこれを知ってもらった上で見てもらわないとちょっとダメなので、全部共通するので役割を全部別のところに当ててあげるということで、多分緊張した時も出しやすくなるんじゃないですかね。そうですね。はい。次からの回転の書き方編からお楽しみにしてください。はい、ありがとうございます。